乾いた土地の真ん中で冷たい水を一口飲みたかったという理由だけで、18頭の野生馬が不幸にして危険な沼地に落ちてしまったのです。彼らは徐々に泥の中に沈み、その目は絶望と恐怖で満たされました。抵抗する力も残されておらず、彼らはただ徒労に待つことしかできなかった。幸いなことに、親切な人々がこの悲痛な場面を発見しました。沼の真ん中でかろうじて生きている野生馬の群れを見て、彼らの胸は締め付けられずにはいられませんでした。遅らせるわけにはいかないことを理解した彼らは、馬たちに希望をもたらすことを願ってすぐに助けを求めました。その直後、消防士が現場に到着した。馬たちが危険な状況にあるのを見て、彼らは彼らを救うためにあらゆる手段を講じることを決心しました。馬たちはすでに疲れて絶望していたが、消防士が到着するのを見ると、その目は希望に輝いた。彼らは助けを求めるかのように頭を上げ、人間からの助けを待っていました。救助活動が始まった。最初の馬は慎重に泥の中から引き上げられた。しかし、あまりにも長い間動けなかったために、数歩しか歩くことができず、地面に倒れ込んでしまいました。消防士らは優しく慰めて休ませ、立ち上がるよう促した。最後に、サポートと愛のおかげで、馬は何とか立ち上がることができました。感動的なのは、救出された馬が逃げるのではなく、仲間の元に戻ったことです。彼らの団結力は本当に素晴らしいです。それを理解した消防士と人々はさらに決意を固めています。彼らはスムーズに連携し、馬の体にロープを結び、一緒に引き上げました。最初はうまくいかなくても、諦めずに根気よく少しずつ挑戦していきます。時間が経ち、もう暗くなりました。10時間以上も救助を続けていたにもかかわらず、体は疲労困憊していたが、誰もやめようとは思わなかった。彼らの考えはただ一つだけです。野生の馬をできるだけ早く救うことです。時間が経つにつれて生き残る可能性は減っていくからです。人々の絶え間ない努力を見て、野生の馬もそれを感じているようです。彼らは自力で奮闘したり、救助隊に協力したりしようとし始めた。おそらくその瞬間、人間と自然の間に目に見えないつながりが生まれたのでしょう。それぞれの馬が引き上げられると、命を救ってくれた人々に心からの感謝の気持ちを込めて、響き渡る稲鳴きを上げました。みんなの心は感動でいっぱいでした。彼らの目は疲れを忘れて喜びで輝いていました。最後の野生馬がついに救出された時、時計は午前4時を指しました。18頭の野生馬は全員無事で、1頭の命も失われなかった。誰もが無限の幸せの中で抱き合いました。彼らは不可能に思われたことをやってのけたのです。この物語は人間の愛、思いやり、そして諦めない精神の力の証です。英雄的な消防士と熱心な人々が力を合わせて奇跡を起こしました。彼らの無私の献身的な精神のおかげで、18人の命が救われ、人生の良いことへの希望と信仰がもたらされました。